レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやーきちいなー。ちょっとでもまあで用事あるし、日陰でちょっと休んどこうって珍しくディベート大会外でやってんだよ。いや、あなたはそうおっしゃいますけど、私はそうは思いません。少し考え直した方がいいんじゃないでしょうか。それあなたの感想ですよね。あ、今の言葉兄ちゃんじゃん。いや、だからそうですから。はい、科学的根拠？何言ってんですか。は？ソース出せ？だからソースも何も間違ってないですから。ソースも出せないのか。こいつはお前もう何言ってわかんねえやつだなお前。はい、決めました。もう俺はお前と喋りません。バーカ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 。もう兄ちゃん最後もう放棄しちゃった。ボロ負けじゃん。まあ声かけか。兄ちゃん。まあ陽介も見てたのかお前。見てた。負けちゃったけどまあ頑張ったんじゃない。あいつお前バカだからお前。いや何のテーマだったの。ポテトサラダはサラダに入るのかってお前。俺がサラダ側であれサラダだろお前。どう考えても大負けした感じだのね。負けてねえよ。審査員 3-0 らしいね。最悪じゃねえかお前。審査員全員バカだよお前。いやまあその鬱憤をじゃあ今日は掛け声で教えてよ。しょうがねえなお前。じゃあ今日お前用意してあるよ。今日の掛け声はこれだ。オンオイウオエインウ。オンオイウオエインウ。分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。ボンジョビとディベーティング。なんだそれ。マサラカ。マサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。マサラカ。スパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。いやこれは当てれたよ。俺結構寄せたよ。嘘。答えに。ディベーティングじゃない。違う。ノンオイルドレッシング。いや結構俺寄せたよちゃんと。ソースかけるあれ伏線だったの。そうだよ。いやーちゃんとだな。ってことで、はい、ドレッシングといえばサラダです。はい。日付変わって今日は、7月6日ですね。サラダ記念日。日付の由来は俵万智さんの短歌、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日にちなんで、1987年に発売されたサラダ記念日は、今では国語の教科書に掲載されています。そうなんだ。すごっ。読んだことありますかということで。聞いたことはあったけど、俺も覚えてない。小学校ぐらいの時だったのかな、俺が。だからもう忘れちゃった。ちなみに短歌を読んだことありますかっていう。我々作りましたね。いや本当に作れと言われ急にね、急になんか方向的にはどういう系？俺ですか？その作れと言われた時に感じた気持ちをそのまま短歌にしました。じゃあまあそれからいこう。いや俺ちょっとダメだよ。ダメだよ。自信ないもん。自信ない。俺は自信あるから自信ない方から言った方がいいんじゃない？じゃあ短歌はあれだね。五七五七七だね。はい、そうです。季語なくても。焼きそばと言ってるそばからたこ焼きのソースをかけてお好み焼き。何言ってんのこの人。ね、何言ってんのこの人。どうしよう。なんだろう。擁護する余地がない。何言ってんの。何を思ってそれを書いたの？いやだからソースだよ。ソース言ってたから。それに引っ張られたの。そうで、そういえばなんかお好み焼き食う時たこ焼きソースかける時あるなと思って、
でなんかたこ焼きだの焼きそばだのお好み焼きだのいっちゃったってこと。焼きそばと言ってるそばからたこ焼きのソースをかけてお好み焼き。どういうことどういうこと。わからんって全然わからんかったわ。いやまあこんなもんですよ俺の。すごい考えてたよね。洋介待ちになってたからねこの収録始まるの。いや俺はだからもうこれを言われて思ったことをデフォルメして書きました、はい、短歌にしました。これだからスタッフ宛てに書いた短歌だと思っていただければじゃあ僕書いていきます。破綻してないよねえ破綻してない。破綻してないもういくよ。急にやれアホな顔して言うけれどわかるはずだろこちらのカロリー。上手あ、そういうことね、俺は何を言ってたんだ急にさ短歌で書いたことやったことありますかってないですって話してさ、じゃあ一句っつってさアホな顔しやがってアホな顔は今日打ち合わせ顔見れてないからね。いやってことですねきっとね。はい。でリスナーさんからもメッセージされてます。ラジオネーム黒メガネさん。陽介くんゲットさんこんばんは。はい、こんばんは。この前テレビで陽介くんの地元の福岡県久留米市の有名なパン特集やってまして、見てましたら久留米市ではホットドッグはソーセージじゃなくてコールスローとハムを挟んだホットドッグで冷蔵コーナーにあるみたいですが、もちろん陽介くんは知ってますよね。他の県ではホットドッグと言いますとソーセージのイメージが強いので、テレビを見ていた時どんな味か気になりました。東京へ来てホットドッグを食べようとしたらソーセージだったのを驚きましたか？ぜひ教えてほしいです。そうなの？そうこれ美味しいんだよ。ハムとコールスローなんだ。でホットドッグじゃあこれでも、久留米のホットドッグが全部そうだとは限らない。多分ね、俺の記憶が間違ってたら申し訳ないんだけど、木村屋さんってパンがあるの久留米、そこが出したホットドッグがこのスタイル。いやでもこれ、俺小さい頃うちで出てたホットドッグ、丸めのさなんていうのなんていうの丸いパン、いやじゃなくて普通のなんていうのロールパン。そうロールパンにコールスローとハムだったの。それホットドッグが知ってたってことかな親が。もしかしたらそればっかだったホットドッグっていうと。それホットドッグって言われて食べてたの？ホットドッグ作るよっつって。じゃあ知ってたんじゃない？知ってたってことだね。俺だってこれもう地元戻んないのと見ないもん。そうなんだ。でうちの親知ってるけど、うちの母親特にしょっちゅう福岡来るじゃん。そうだね。大好きなの昔から福岡が。それ知ってたのかもね。じゃあったのかもね。今なんかいろいろつながったわ。そう俺なんでこれをホットドッグって言ってんだろうって小さいながら思ってたもん。そうなんだ。ソーセージじゃないのみたいな。そうなんだ。だからでも懐かしいな。うまいんだよ。食べてみたい。ちょっとこれ福岡にはあるの？福岡ではあんま見ない。福岡で久留米でも俺見ないよ最近。パン行かないからかな。そうかもね。冷蔵コーナーだからもしかしたらお取り寄せあるかもね。もうワンチャンあんじゃんね。ちょっと見てみて、ちょっと食べてみたい。もう一回いきます。もう一回いきますか。ラジオネームはるさん。陽介くん、けんとさん、こんばんは。バサラカいつも楽しく拝聴しております。私は今新しいイヤホンが欲しくて探しているのですが、有線にするかワイヤレスにするのか、それともそれ以外にするのか、そういうのに疎い私には何がいいのかよく分からなくて迷ってしまい、なかなか買えずにいます。お二人は今どんなイヤホンを使っていますか？おすすめのイヤホン、メーカーをぜひ教えてもらいたいです。いい音でスパイアの曲が聴きたいのでお願いします。ワイヤレスじゃない？今はワイヤレスだけど、それはさ移動ありきじゃん。移動はそうだね。そうで移動の時とかさ、そういう人が密集してる時とかって結構さ、あれ途切れるっていうか、途切れる。電車の中。そう電車の中とか、あと空港もさ、割とさ空港もさいろいろセキュリティの電波とか飛んでるわけだからツッとか鳴ったりするわけ。だからなんか本当に音楽楽しみたいんだったら絶対有線。確かに。それはそう。音もいいしね。全然やっぱ有線の方が。でヘッドホン俺はケンタはどっちもアップルだよね。
アップルだね。どっちもアップル。AirPods と、AirPods Pro と AirPods Max か。 Max か、俺はだからワイヤレスは AirPods Pro と、ヘッドホンはねこれブラックフライデーで坊主の坊主買ってたね。坊主めっちゃいいよ。めちゃくちゃノイキャンも結構ね、苦しいノイキャンじゃない。結構ナチュラルだけど、ちゃんとその雑音系は消してくれる。いやノイキャンってさ、人によってやっぱ違うよね。俺ノイキャン厳しいんだよね。結構癖あるもんね。そう俺は全然いけんだけど、俺無理なのよ。ノイキャンしてないから何にも聞こえないんだよ。基本的には。だからまあ iPhone だったらもう絶対アップルだね。iPhone 使ってるならやっぱりアップルは親和性がもう高すぎて、まあだからその分けていいんじゃない。その、例えば音楽を聴きたい、集中するために聴く、機材と、移動の時でも使える機材で、まずはだから移動ありきで考えた方がいいんじゃない。まあね、多分初めて買うんだろうから、まあ AirPods がいいんじゃない、アップルだったら。でAirPods の Android、プロの方がいいな。絶対、絶対プロがいいと思う。カナル型ね。カナル型のやつで、まあアンドロイドとかだったらでもそれこそ坊主も、ワイヤレス。坊主とソニーはソニーだね、結構評価高い気がする。あとねゼンハイザーも意外といいらしい。あとまあ有線だったら、まあその聞きたい音色にもよるけど、フラットに聞きたいんだったら、ソニーが出してる、イヤモニ型。そうそう、あれはね、俺その前インディーズの時に、そのもともとはさみんな大体手話から入るし、そうだね。でも買い替えるタイミングがあってですね、奮発してソニーのやつにしたの、もう全部の音が均等に聞こえるから、あれはその感動的だった。らしいです。だからまあそれは有線だけどね、まあでもやっぱねオーディオ系はもう値段がものを言うよね。それはそう、もう高ければ高い方がやっぱりいい音がする、特にワイヤレスはそうだね。まあだから音にこだわるのであれば3万円以上だな。そうはなるね。ヘッドホンとかだったら5万円以上するしね。そうするね。だからイヤホンタイプでいいんですか最初は。ね、全然イヤホンでいいと思う。まあ俺坊主おすすめだな。まあもともと坊主好きだし、音がまあなんでまだあれだね、電気屋行って聞くのが一番いいね多分。まあ確かに、自分の好みの音を多分探しに行くのが一番いい。家電屋さん今聞けるじゃん。そう、ね、家電屋さんでそれが楽しいから、イヤホンってやっぱり自分に合ったのを探すので、あれね、やりがちなのがね、みんな同じ曲で聴かないの。そうね、そう同じ曲で聴いた方がいい。同じ曲で聴いた方がいい。だスパイアのなんか好きな曲で全部チェックした方がいいね。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Feel So Good でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。Two more Dutch know. Her nuts she numbed a death cake doll. なんてこのコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんて答え言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ラジオネーム、太郎さん、ありがとうございます。洋介くん、健太さん、ワンバンコ友達の話です。友達が小学生の頃、周りからお魚博士と呼ばれるほど魚に詳しく、友達が魚に詳しいことを隣のクラスの子まで知っているくらいでした。すごい。そんなある日、ひょんなことから町の商店街のお魚屋さんに友達と行くことになりました。友達は一緒に行く友達に、魚の知識を披露できるのが嬉しくてうすうす、いざ魚屋さんに行くと友達は他の子から、この魚は何？この魚は？と質問攻め。友達はこれは何々、それは何々と答えると一匹知らない魚が現れました。でも小さいなりにプライドがあった友達はその魚を〇〇だよと嘘の名前で言ってしまいました。みんなからはすげえと思ってはやされ、
気持ちよくなっていると、うん魚屋のおっちゃんからこれは何々っていう魚で君が言ってたのは違う魚だねって言われて友達はプライドを打ち砕かれましたがほんのり残ったプライドであーそっちかと言いその場を逃れました。それから友達は魚よりも釣りに夢中になり今も週末はよく釣りに出かけているそうですかわいい。いや可愛いしわかるな。あったね。あるある。俺はあれだったもん、国旗オタクだった。へえ。サッカー好きだったから、うんサッカーしてたから、うん、ワールドカップとかさ、はい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 国旗がいっぱい出てくるじゃん、だから国旗詳しくなるんだよ。でも似たような国旗いっぱいあるんだよね。あるね、いっぱいあるね。ルーマニアとうんチャドだっけな。知らないわもルーマニアの国旗がう。これですよ。はい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 、もう青もう黄色さ赤。ドイツにも似てんじゃん。まあね、うん、チャドこれなんですよ。どういうことじゃあ一緒やん。ちょっと青が濃い。すごいわ、それはすごいわ。でクイズ青の違いね。でクイズ出されたりして、まあ当時ね、うん俺もう全部当てれたから、うん多分引っ掛けで出してきて、うんその国旗2カ国あるのは知ってたから、ここでまあメジャーな、名前的に有名なのはルーマニアだね。ここでルーマニアは出してこないから、はい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 やでもチャドって答えたら、俺がそれを読んだ上でこいつはルーマニアを出してるんじゃないかみたいな疑心暗鬼になってくやつね。なぜか裏の裏の裏をみたいなね。もうさオタクとかの話じゃなくて、その心理戦みたいな話になってくるからいやすごいわ。いやそういやだからね、みんなに見てほしい。ルールーマニアとチャドマジでわからん。あとオランダとうんルクセンブルク。ちょっとそれさ企画にしてもらっていい？ちゃんとね、企画にしよう。いやなんか見れないあるならさね、あるならちゃんとさ、使えるじゃん。そのぐらい詳しかったらなんか使えるよ。使えるか？使えるよ。みんな多分こんな詳しいのって思ってるよ多分。いやでもほら、まああれだな、じゃあ公開収録とかだな。そうみんなが見れるとこでな。陽介の考えた国旗の3択問題とかね、いいじゃん。いいかも。全部配色一緒なんだけど何が違うのみたいな。フランスどれでしょうみたいな。そういいじゃんそういうの。面白いと思うよ。いやまあでも面白いねこれは。あるね、ちっちゃい頃はねそういうの夢中になりますから。あるあるですこれは。でも良かったですね、それが講じて今は釣りにね行ってる。素晴らしいです。もう一件来ております。ラジオネーム一輝さん。健太さん、陽介さん、こんばんは。友達の話なんですけど、若い頃友達は彼氏の友達、その彼女たち数人と、目の前が海で景色がいいところで有名な露天風呂のある青森の不老不死温泉に行きました。天候が悪く1日目はその露天風呂に入れず、翌日朝は風が強く寒い日でしたが、入れることになりました。ここに来たからには絶対にこの露天風呂に入って帰りたいと思い、女性3人で向かいました。が脱衣所でも髪がなびくほどの強風で寒くて、とにかく急いで露天風呂へ。風あったかいと入った瞬間、向かい合って一緒に入っていた子が〇〇ちゃんと友達の名前を叫ぶのです。何事か友達は数秒理解できませんでしたが、言われてやっと気づきました。友達はブラジャーをつけたまま温泉に入っていました。急ぐがあまりすっかりその存在を忘れていました。恥ずかしいやら、おかしいやら寒いやらでブラジャーを脱いで少しだけ温泉に入り、また急いで脱衣所で浴衣に着替えました。あまりにも強風で寒く、一刻も早く室内に入りたいし、他の子たちを待たせるのも悪くて、友達はパンツを履かずに部屋に戻ることにしました。浴衣も羽織も着ているので大丈夫だと。ただそういう時に限って部屋に戻る途中で彼氏とその友達らに会い、急になんだか落ち着かなくなり、恥ずかしくなり、早く部屋に戻りたくて会話どころではありませんでした。その後ブラジャーをしたまま温泉に入ったことは、一緒に、行った子たち全員に知られ、もちろん彼氏にも知られてしまいました。恥ずかしい思いをたくさんした旅行でした。今思うとなぜあの時パンツを履かなかったのかが不思議です。一応言っておきますが、そんなことをしたのは一生に一度、その時だけですからね。その時の彼が今は夫です。それ以来その温泉には行っていないのですが、今度は家族でいい天気の日に行ってみたいです。あくまで友達の話です。いやいい話。これもあれか、もう脱衣所すら外にある系の露天風呂か。そうね、まあそうなんでしょうね。これは秘湯っていうの、こういうの
人、っていう言われる場不老不所なんです死温泉っていいね。すごいね。行ってみたいねこれはね。ただ青森の露天風呂は絶対に寒いよ。寒いからいいじゃん。まあそれはそう。いやただねこれは恥ずかしいな。確かにこれはなんでその後パンツは履かないんだよ。そこよ一番そこなのよ。いやこれも若気の至りだったんでしょうねきっとね。素晴らしい話です。素敵な話です。もう今後もお幸せにね、してください。そして不老不死温泉にね家族で行った際にはまたメールをくださいね。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話と一緒にってことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております、それでは今日はラジオネーム一輝さんの友達の話からこちら選曲しました、シムでブラブラブラ。スパイエアのマサラカ。お送りした曲はシムでブラブラブラでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もたくさんお悩みが届いてます。ラジオネーム春野さん。ありがとうございます。陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。いつもラジオやスパイの楽曲楽しく拝聴させていただいてます、突然ですが、ボーカリストとして第一線で活躍されている陽介くん、そしてスパイアのボディ担当の健太さんに相談させていただきたいことがあります、私は歌うことが大好きで、陽介くんのように上手ではありませんが、仕事が休みの日は家で半日以上歌って過ごしたり、すごい。最近は小さなライブに出させていただいたりしています。すごい。なのですがもともと持っていた喘息がここ1ヶ月でかつてないほど悪化してしまい、歌うどころではなくなってしまってるんです、病院にはもちろん通ってるのですがなかなか回復の兆しが見られず、歌わないと死ぬ病気の私は非常に困っています、そこでトップオブボーカリスト陽介くんとボディの王である健太さんにこれをしたら喘息に打ち勝てるんじゃないだろうかというケアやトレーニングをご提案いただきたいのです、何卒よろしくお願いします、海外公演やフェス出演、そして来たる9月にはジャストライクディスト、お忙しい日が続くかと思いますがお二人とも体に気をつけてお過ごしください。これからもスパイアの活躍楽しみにしてます。ありがとうございます。いやな喘息だな。喘息これはさなんかこうその喉の動向とかさじゃないよね。喉じゃないもん。から肺だもんね。病気だからね、そもそも肺の呼吸器の話になってくるから、打ち勝つとかじゃないんじゃないかな。上手に付き合っていく方法ってことだよね。今は悪化してるタイミングって思って歌わない方がいい。そうでやっぱボディ担当としては一緒です。歌わない方がいいと思います、やっぱりこうねなんか 100% の怪我をしたとして、20% まで治ったからやろうって思うと 20% がやっぱどんどん悪化していくから、それもうゼロになる。そうだね。ゼロに戻さないとね、一旦だからやっぱ今悪化してるんだったらもう歌わないと死ぬ病かもしれないけどこれから歌えなくなる可能性が出てくるので、そうだね。本当に死ぬ病になっちゃうからね、喘息とかひどくなっちゃうと。だからやっぱり呼吸困難もあるし、一旦治す方向でまずは、だってそうだよね。だって筋トレで例えたら、怪我した後に、怪我してる部位を鍛えるみたいなもんだから、それはもうね使えなくなっちゃう可能性もあるから、だからこれはちょっと今は歌わないと死ぬ病気はないから。そうねでも思うのはその歌をさ仕事ではないけどライブハウスに出たりとかってあるわけじゃん、趣味としてね。要は歌うことが、をちゃんとこう成立させてる、それイベントかもしれないけど、でもライブに出てもしそこでチケットを売ったりとかするんだったらそれはお仕事になるから、そのお仕事としてやっぱり喉をケアすることっていうのは休むことも一個のお仕事だから、やっぱりそうだね。ほんとそうっていう多分解釈にしちゃえば休めると思う、そう休むのも歌のためですから、そうだから歌わないと死ぬ病っていうよりも歌えるように治すっていう解釈にすればいいんじゃないですか、でその状態で歌ってても多分いい歌歌えなくて、私下手になっちゃったのかなとかなっちゃうから結局それ良くない負のループとかになっちゃうからね、まずは直しましょう。まずはちょっともう我慢して、歌というかもう喋らない。そうね。いやそうだと思う。喋ることすらやめたがいい、でお医者さんのちゃんとお薬飲んでしっかり治していきましょう。はいまたもう一件来てます。ラジオネームゆうかきさん。陽介さん健太さんこんばんは。ゆうかきです、どうしたら自分自身に揺るぎない信念を持てるでしょうかと、最近やりたいことが見つかりました、
それはこれまでの人生とは全く関係のない全く新しい分野です。ゼロからのスタートとなりますが、正直に言うと少しワクワクして楽しみにしています。いいですね。しかし家族が私のやりたいことに対して否定的な意見を持っています。どうすれば決意を曲げずにしっかりと立ち向かうことができるでしょうか。家族のネガティブな言葉のせいでためらってしまい行動を、やめてしまうのではないかと少々不安に感じます。自分ができることを信じたいのですが、何かおすすめの方法を教えていただけますでしょうかと。はあ、揺るぎない信念はもう持ってると思うよ。ね、そうだね。だからそこに、家族の意見という、今障壁があるだけで、でもなんかその年齢にもよるよね。あれじゃない、でも家族まだと話をしてるってことは学生さんとかがそういうだし、20代でも前半とか、まだまだそのできることが多い年代だと思うから、どうだろうね。だから学生だったら、だから高校生まで、大学はちょっと外すけど、社会人として俺は換算するけど、その高校まではやっぱそのご両親がちゃんとこう衣食住提供してくれて、で学費も払ってくれて、っていうことなんで、その家族の理解を得られる範囲でそれをやればいいと思う。そこまでの年齢だったらね、高校生とかだったら、大学以降は別にその何か言われたとしても、やめろと、やめないって言えばいいだけだと思う。でそれで、縁切るぞって言われた時に、いやそんなに言うなら縁切るよって言えるぐらい、そのことが好きかどうかだよね。でそれでやっぱ実績を出して、ほらできたじゃん、確かに縁直そうよって言えばいいだけだと思うし、でも、人に迷惑かけてしまう感じでダラダラするのはやっぱり良くないから、ある程度自分の中でリミットっていうのは1個ね、持っといた。俺は25歳までだった。25歳までで成功しなかったら、一旦身を引こうと思ってたから、だし俺言うなればうちもそうだったしね、やっぱね、親からしたらさ、子供は何歳になっても子供じゃん。そうだね。だから多分ね、いろいろその子供のためを思っていろいろ言ってくれてはいるんだけど、でもやっぱり子供は子供で自分の人生があるわけだから、でもやっぱ家族に大事に育てられて今までこうやって生きてるわけだから、そこの恩は多分忘れちゃいけないから、俺はだからそこに対してじゃあ最後の甘えというか、25歳までには区切りはつけるよみたいな、心配させてしまうからね、結局親に対しては。だから俺はそういう感じだったのかな。言ってはないけど、自分の中で決めてたぐらい。でも多分そうなって25歳であれなってなくても多分俺は続けてたぐらい好きだったから、音楽は。だからけじめとしてね、ちゃんと親に対するね。だから一旦ね、自分はこれぐらいの覚悟を持って今そういうことをやりたいんだって、多分熱はね絶対伝わるし、親も頭ごなしに多分否定はしないから、多分話は一旦ね聞いてくれるだろうからね。そうだね。でもう本当だからいいことだよ。もうワクワクして楽しみにしてるぐらい、すごくだからしっかりといいんじゃない。そのリミットを決めるでいいんじゃない、これの答えはね。やりたいことは見つけた瞬間にやんないと、そう、鉄は熱いうちに打ってとは本当よく言うもので、そうだと思います。本当にね、後悔、またその熱が来た時に、その時はもうできないから、ね、できないとかになっちゃうから、本当にそう。本当にだからもうそれだよね。だから縁切るぞって言われても、何歳までにあれだったらやめるか縁切るかどっちかにするみたいな、いいんじゃないそれで。だからそれでいいと思う。だから自分をねとにかく信じてやり続けるしかない。そのリミットまではもう絶対に信じきった方がいいね、これは。そうやってね一見は多分ゆうかきさんのね、伊先生も多分後悔をできるだけね、後悔はもちろん大事な経験なんだけど、だから反省の方がいいよね、後悔っていうよりも。後悔は本当にね、なんかだから辛くなっちゃうからね、やらなかった後悔よりやって反省の方がいい。絶対にそう、それは。そういうもんだからね。それに関しては
もう多分やめても絶対もうやっときゃよかったってそうなる未来しか見えないから見えないそれはやった方がいいと思います。そうそう頑張って本当にまあ折り合いつけるとこ難しいと思うけどね、まあそれはそれで自分で考えることだと思うから、それはまた考えてその考えること過程もさ一個自分のさ経験値になるじゃん。なる家族ですらまあいわば人と人ですから、こういうこと言ったら傷つくなとかこういうこと言ったら怒られるなとかこういうこと言ったらこういう風に話したら話聞いてくれるのかなとかいろいろ考えるのもさ、大人になるための人の一個大事な経験になるわけじゃん。だからそういうのね非常に今やりたいことが見つかった時点ですごい素晴らしいことだと思う。見つからない人がほとんどなんだから本当にね。だから、どうか突き進んでいいと思います。ダメでもよくても、もうまずは進むっていうのが一番いいんじゃないですか。いいと思います。はい頑張ってください。頑張ってください。はい。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので気負わず送ってみてください、皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアで Just Like This 2024より Just One Life です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、国旗がびっくりしたよ俺は。国旗の方国旗よ。いやあれよもう国旗でしょ。もう絶対なんかやろうよ。いや国旗で短歌でしょ。いや短歌は違う俺の気持ちをそのまま書き殴っただけだからカロリー高えなって思いながらうまかったねケンタの短歌はね。そう思ったでしょ。思った。俺は何を言ってんだろうと俺の短歌共感できたでしょ。共感できた。そういうことか、そういうことです。はい、そして、お知らせものもございます。今年も Just Like This 2025開催決定しました。日程は9月27日土曜28日日曜の 2days です、お願いします。会場は山梨県川口湖ステラシアター、Day1 は Just Like This をテーマに Day2 は歴代アニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでお届けします、そして8月にスパイアのバサラカは1周年を迎えます。イエイイエイ。そこでリスナーの皆さんからはこの1年間の放送で自分が好きだったシーンだとかなんかあれかな、会話の面白かったとかね、まあでもスタッフ的には多分何分ぐらいって言ってくれた方が多分探しやすいと思うこの回ぐらいは言ってほしい、まあ多分何月何日のとかは、のどのコーナーでとか言ってくれたらすごい多分助かると思うので、送ってもらえると嬉しいです。お願いします。締め切りは7月13日日曜日までとなっています、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp、もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。